アレクサ、今日の西暦。今日は2026年6月13日です。アレクサ、今の時間。午前7時7分です。これ MK ウルトラ、魔力、魔王、天体現象とか、その辺の話一個だけやります。あとね、ちょっと声をね、変えようかなと思ってるんで、この後あたりから声変わるかもわからないですけれども、イケボ、編集で、イコライザーというよりAI 処理で有料化になったんでね、声変えれるんで、ちょっとやりたいな。イケボいけるね。イケボ、ちょっと雑談少し挟むけど、イケボね、まあパソコンの処理かかるんで毎回はやんないけど、ちょっと余裕のある時とかねはそのイケボで、そのイケボをまた学習させて、さらに自分に近づけたイケボって加工していこうかなとか思ってますね。加工のレベルですね。イコライザーでもイケボに聞こえる周波数を上げたりするとイケボになるらしいんで、やってみたら、マイク使ってなかった。バイク。ちょっと今、鼻詰まり気味の声にされていますけれどもね。あと、この変な喋り方になった部分も、その AI 処理入れるとね、軽減されて聞きやすくなるんで、まあ、連中の加害防御、予防のために、声変えるぐらいはいいでしょ。まあ、いい加減嫌でしょ、この喋り方。私も自分の喋り方、変な喋り方になってるの嫌なんですよ。で、今、収録したいけど、また喋り方にされるしなってなると、収録しないっていうことあるんですよね。で、まあいいや。MK ウルトラの話いきます。MK ウルトラの全般的な話っていうのはもう皆様ここに来る人たちは頭に入ってると思うんですけれども、自分も MK ウルトラの被害入ってたわ。集団ストーカー被害には気づいていたけど、MK ウルトラなんて被害は自分にはないと思ってた。でも、その事象が始まりました。その時にね、気をつけていただきたいのが、魔力を得た。最初はね、多分小中学生、高校生もあるかな。成人して20代前半もあるから、まあ母親とか父親になった後もあるかもわかんないね。私は、結婚できてないんで、今なり。花嫁募集中ですよ。マジでガチで。だけど、かわいそうだなと思うね。自分の世話しなきゃないでしょう。ね、私のね。何のために結婚するのはね。だからハニトラにしか見えないわ。私を好きとか、今頃言ってくる人が現れても。だから、被害者が現れても、男で被害者が現れても、なんで今まで現れなかったのに君現れたみたいな感じで。それも罠に思うしね。もう本当、集団ストーカーにめっちゃくちゃにされた人生。ただ生き延びているからね、マルされた人たちも多いと思うよ。で、魔力を得たみたいな錯覚を MK ウルトラの案件で入れてくるんですよ。それであるとね、強くなっちゃって、強気になっちゃって、だから、テロリスト、CIA がテロリスト作ってるとかね、そういう話あるでしょ。なんでそんなのに騙されんのって思うでしょ。神の声が聞こえた、その通りに動きたくなる、動きたい。動くことによってさらに、自分に見返りがあるで。それがあるからですね、結局は。だから、もし地球を救えるとなっても、その時に、その人には地球を救える行動を突拍子もないことを自分にしかできないようなことをできる
それをできるのは自分しかいないんだ。だから自分にこういう声が聞こえてくるんだ、みたいな。それにより、自分に見返りがあるわけですよ。それを実行することにより。失敗してもしなくても、自分はもうこれで終わりだ、みたいな感じになっても、もうなんか世間はね、社会は、世界は、街は、自分の身の回りの人は、自分がいなくなっても明日から、下手すりゃ自分がいなくなった方が明日からみんな普通に幸せに暮らすみたいな状況の中で、そのゾーンに入ってる時はね、その人にとってはね、もう映画の中みたいな感じになりますね。マイクアーモに手がぶつかるように頭が回復されて、今ぶつかって。で、今度今鼻回復されてる。ネタばらしされるとこいつは喋り妨害してくるんですよ。まあそんな感じになっちゃうんで、MK ウルトラ市街自分に入ってないと思ってても、始まったなと思ったら気をつけてください。威張らないこと、まず威張らないこと。いや自分ね、威張るタイプじゃないんで、そんな言われなくても大丈夫ですわ。私もそうなんだけど、私、MK ウルトラのそれでね、本当に世の中が自分の思った通りになるんですよ。おい、マジでガチで。ほんと。で、私は自分が魔王だとは思わなかったけどね。そういう、映画とか見てないですから。ゲームもやってないし。ファイナルファンタジーはやったけどもう忘れてるからね。もう連中私にすげえ記憶消去思考停止の攻撃するから、もう記憶がないから、ファイナルファンタジー全部やってないですよ。確かボっていうのをやったような気がするんで、多分スーファミかなんかですね。今すごい、今っていうか古いゲームか、ファイナルファンタジーって。今、皆様どういうゲームやってるのか知らないけど、23条通報乱用で精神病院に入れられると、子供たちが、小中学生が、モンハンってモンスターハンターっていうので、なんか熱心に語ってますね。私さっぱり意味わかんないし、素人も思わないね。くだらねーと思って見てんね。私、子供がはしゃいでるとか遊んでるとか、熱中してることって興味あって好きなんだけど、そのモンスターハンターっていうのはね、くだらねー、こんなの面白いの言わないけどね、子供たちに。それ言うとつまんなくなるから、入院生活のさらに、ただでさえつまんない入院生活がね、そうなんだ、なんつって。モンスター、もうまたデザインとかがチャッチいんですよね。でも、何この落書きみてえのって思ってんだけど、その暇な入院生活の中で、その子たち、そのモンスターを、ネット上にあるちゃんとしたイラストをプリントアウトしてもらって、職員にネットからダウンロードして画像、で、プリンターでプリントアウトしてもらって、で、それを見ながら、写生、絵に描いてるんですよ。写し書き。で、めちゃくちゃな絵のイラストのモンスターの名前とかがあって、もちろんあって、で、強いとか弱いもあるらしくて、名前とかも知ってんだよね、強さのね。食ったらねーと思って見てたね。あれ、任天堂なの。多分 MK ウルトラ案件カード入れてる、入ってると思いますけどね。あと、その辺で言えば、ポケモン GO、交通事故とかが起きたやつ。あれ CIA が叩き上げで作ったっぽいような話してたね。ポケモン GO はね、私パクられたと思ったよ。当時私、前も言ってるけどこれね、聞き逃してる人、あとは今クオリティ上がったんでマイクとかも、喋りも、あと声も多分これ今書いてるんで。おーいえ、って言えばいいかな。女性の声もできるんですよね。女性の声の時にため息つくとね、なんか、面白いって思ったね。これ今、どの声でやってるかはね、ちょくちょく変えたりもできる。だから、誰かの声とか、例えば、ああいう上を700様の声とかね、こうしおしちゃんの声とかね。
学習させて、その声できるんですよ、これ。まだやってないけど。処理で時間かかるらしいけど。まあ、やったらつまんなくなるっつうかね。このチャンネルの信憑性落ちるんでやんないけど、まあ、やったら面白いだろうなと。で、集団ストーカーがそれをやらないのはまたあれだよね。あいうえおなれへく様は、今そういう時代で、は言ってたんで、そうだよ、その人は主張者じゃなくて言ってる通りだよ。分かって言ってんだよ、その人。ほら、その人が言ってる通りのことは私も今できますよ、つって、やってみせてもいいけど。で、苦情が入んないからどうせね。あいうえおなれへく様から。だからやっていいのかっていうとそういうわけでもないからね。ただ、あと、喋り方とかも真似できないから、私、彼の。する気もないし、まあいいや。魔力。ほんとね、自分の思った通りのことが起きるみたいな事象が発生するんだけど、それ違うから。例えば私の住んでる団地の部屋から窓の外見ると、車が通り来るっていうのがあるんですよ。で、そんなに車通りのあるところじゃないんですよ、ここ。なのに開けると来る。開けてたまに外見たくなるんだけど、見ると来た。開けたタイミングで来てる。で、その車通りの少ない道路を、見える場所も少ししかないんです。だからたまたまそこに車が通るのを見るのも結構な確率なんですよ。たくさん道路が見えて、そこのどっかに車があるとかじゃなくて、ほぼ一部分しか見えなくって。で、そこ窓開けて、外見ると車が来るっていうのがあるんだけど、それ、ブレインジャックされて、そのタイミングの非侵襲性のブレインジャックされてて、私も未だにそれ非侵襲性。だから今開ければ出るのか車はいるのか、それとも今なら自分はブレインジャックされてないで自分で考えて外見たいと思ったから今見れば来ないのか、これがわからないです。毎回見えるわけじゃないです。で、見たときに車が来ないときは、今ブレインジャックされた状態で見てはいなかったんだってなるんですよ。で、そういうトラウマもあってなかなか窓の外を見ることもなくなりましたね。長いな。ちょっと長く喋ったね。まあそんな感じ。で、そんな感じで、自分の思った通りのことが起きるみたいのを工作されているだけなんですよ。種明かすと。だけど、MK ウルトラとかブレインジャックに感づいてない人たちは、自分魔力を得た。自分の思った通りになる。そういうふうに思うわけ。で、これがね、窓の外を見たタイミングに車が通るとかで、そんなレベルじゃないんですよ。そうやってタイミング合わされたりとかはしてると思うけど、すでに。でもそこで、自分ブレインジャックされてるとか、で、MK ウルトラはないとか、その辺感づけばいいんだけど。で、魔力を感じるようなからくりっていうのは、天体現象、こういうのも使ってくるからね。なんだっけ、赤い月とか、紫色の、夜明け、たまたま、いつもは、出かけてない、その時間に外にいないのに、たまたまなぜかその日に限って、そういうことになる日に限って、あとスーパームーンとかね、外に出て、そしてそれを目撃。まるで、月に、運命に、宇宙人に、何かに、運命に誘われた、導かれたかのように、それを目撃。そういうのが発生するんですよ。だけどそれってハープ知ってる人たちとか分かってる人たちとか人口なんとかとかいろいろ分かってる人たちであれば、いや MK ウルトラやる人たちそれら全部やれるでしょうって分かると思うけどね。で、それらを経験した時に、これも全部工作してんのか、されてんのかってなれば、自分が魔力を得たにはならないと思うんだけどね。だからそういう騙されないようにこれ解説してるやつであって知らない人たち騙されるって。ほんと騙されるって。で、私一時だから一回逮捕されてるって教えてますけども、言ってますけども、その時それやられてたね。あと、尾崎豊がのたれまぐっちゃった日も、多分そういう状況あったと思いますけどね。彼はもっとあからさまにストーカーに
追い詰められてたかもわからないんですけどね。あれね、多分、違法薬物がどうのこうのでミスリードされてるだけで、おそらく薬でそうなったんじゃないと思いますね。で、彼は以前から、自分の嫁にする前から、あいつと付き合うな、とかね、そういうことも言ったりとかして、集団ストーカーに気づいてた節がある。言動とか、エピソードとか、歌の中にも、そういうの含まれてますんで、分かってて、で、活動内容とか歌の内容とか、集団ストーカーの言うことを聞かないみたいな感じからやられたと思いますね。私のパジロぶっ壊された頃のエピソードですよ。彼が丸されたの。尾崎豊様が丸されたのって。で、当時そこに尾崎豊好きの方が他にもいてね。一緒に悲しみましたけどね。そういう状況に持っていかれるときに、そういうシナリオが展開されるんで。だから、行っちゃいけない、行かなきゃいいのに、例えば一人でそんなところに、登山とかね、なんで行っちゃうのって大丈夫な気がするんですよね。それから行くとうまくいく、何かがわかる、何かに到達する、強くなれる。だから、誰かを悲しませようとかね、もう自暴自棄になったとか、すべてをやめようとかして、ルンルン登山に行くわけじゃないんですよね。そういうのもわかってる。なんで私は、ちょっと撮影したいからつって、その辺の、ほんと街の中にあるような川らに降りることも、ちょっと危険なんですね。やりたいけど、撮影とかね、河原に降りて、河原に降りるとね、集団ストーカーから逃れるようで、連中はむしろ元気に何かしようとしてくるんですよね。本当な、癒されないように徹底的に妨害してくる感じ。だからといって、もう自然の中、人だと離れたところに行くと、もっと連中やってくるという感じですからね。DIY の物件探すときもね、また諦めてねえのがあって、やりたいよね。ほんとさ、元気じゃないからちょっと無理だけど、元気じゃないからここの方がいいもんだって。元気だったらもう全然DIY やりたいよ。で、自作の、美容香炉作って、アルミ缶とかして、アルミの延べもね、作りたいですね。やっぱアマゾンとかで検索して見てても、1ミリ、厚さが1ミリとかのアルミの板とか、無理だ、いらねえ、あんま意味ねえからって。食品梱包してるフィルムの袋ね、フィルムね、アルミフィルム。あれもある程度意味があるから、アルミの板1ミリとか2ミリで意味ないっつうことはないんだけど、厚さセンチ欲しいんだよね。で、アルミだから軽いから、結局はね。重いらしいけどね。見てると。YouTube 見ててね、だいたい寸法分かった。パクりたい人パクっていいそう。私は厚さ2センチぐらい欲しい。それからね、長さはね、15じゃ短いと思うんで、30って私3が綺麗だから40まで伸ばしたいね。40センチかける27、8センチみたいなやつの板。で、2センチ、1センチでもいいかもしれないけど、2センチぐらいの厚さで、薄い板作って、で、それ、隙間開けていいから、レンガみたいに重ねてって壁に。で、うちも賃貸だから、あれなんだけど、壁に直接貼るんじゃなくって、ビニールシートかなんか壁に一回広げて、で、そこにアルミの板貼っていく感じのイメージですね。画鋲、木ね、木のあたりで、画鋲とかで押さえることになるのかな。ちょっとその辺は今まだイメージつかないけど。で、継ぎ目はね、隙間開けていいと思う。私はあれを考えてる。これ話変わっちゃったな。連中の言わせながら。話も長くなってた。あれでいいと思う。これ分割するべ。もう今ここ話変わっちゃってるから。で、話戻るな、でもな。いいや。アルミの板ね。レンガみたいに重ねるんだけど、もうレンガもそうだけど、隙間あるでしょ、セメントの。あれを私グルーガンでね、その辺やろうと思ってるんだけど、
やりたいだけなんだけどね。で、隙間から電波来るじゃん、意味ねえじゃんってなるでしょ。だけど、結局は、隙間から電波逃がすからね。電波逃がす場所なくなっちゃうから、隙間開けてていいんですよ。うん。まあそうなんだよね。ほんと不思議よねは。で、やっぱりね、カーボンナノチューブがいいみたい。私まだ手にしたことないんでわかんないけど、YouTube で電磁波防御鼻に攻撃したらちょっとくしゃみ出る。カットしない。カットしない。攻撃来てる、そのタイミング様子。なんでカットしない。カーボンナノチューブはね、電波吸い取るみたいですね。吸収するみたいですね。で、それがね、シールなんですよ。すべてがシールじゃないですよ。塗料もあるし。塗料の中、ステルス戦闘機とかの塗装ね。あれに使ってる塗料に、混ぜてんの。100% カーボンナノチューブの塗料じゃなく、カーボンナノチューブをある程度パウダー状の、カーボンナノチューブといってもチューブじゃなくって、顕微鏡とかで見るとチューブらしいみたいな感じで。それ結構高いんですよね。だから、それちょっとだけ入れたやつで塗料でカーボンナノチューブの塗料だっつって売ってんのもあんだけど、ちょっとじゃ詐欺だから。で、ステルス戦闘機だと結構な分量入った、割合入った塗料でステルス戦闘機は塗られているという感じだと思うね。で、ドローンのレベルになると、やっぱり安く作るために、それすら塗らないっつうレベルですよ。だからそのぐらい高いんですよ。カーボンナノチューブの塗料が安かったら、発見されないように塗るでしょ。ドローンでもね。だけど、ドローンにも塗ってないでしょ。で、そのカーボンナノチューブだとね、電磁波吸い取るみたいなんですよ。で、それあり得るんですよね。で、詐欺商品みたいな感じで、シールとかで、携帯の電磁波吸い取るとかそういう感じのシールだっつって売ってるんで、詐欺商品みたいな感じなんだけど、電磁波測定器とかで、YouTube でね、測定してるのを見てて、目に見えて下がってるのが、カーボンナノチューブのシールとか、そういうのなんですよ。うちらからしても、シールで電磁波防ぐとか、女のねえからっていうのはあると思うけども、本物の詐欺じゃないカーボンナノチューブの製品だと、どうも本当に電磁波下げるみたい。EMF、ミリガウス、磁場は違うね。VM、EF ね。ボルトメーターも多分あんま意味ない。おそらくその RF、ミリワット平方メートルか。ミリワット毎平方メートル RF。それはね、下がるらしい。マジでガチで。そんな感じ。で、ムケルタナの話に戻るかな。これどうしよう。中間の今の話、別の話にした方がいいね。天体ショーでしょ。あとは、日本だとよく発生する地震。あと何あるかね。スーパームーンの日に限ってなんかたまたま外に出るっていうのあったね。昔、私。で、ランダムで曲かけてて MP3 プレイヤーで、当時は。今はタブレットで聴いてるけど、当時はMP3 プレイヤーっていうのをね、買ってて、で、それでランダムで音楽かけてんだけど、やっぱり連中にね、選曲されちゃってんですよ。だからランダムで聴くのをやめましたね。もう飽きだけど次の曲順わかるけども曲の通りに流すようにして。でもそれはそれでなんていうかね、外歩いてる時に音楽聴く。で、その曲に合わせて連中動いてくるんですよ。だから、なんていうのかな。今ゲップで喋りなさい。曲のね、歌詞。私、アイドル曲聴きながら歩いてるから。で、曲の歌詞に例えば何がある？ちょっと思いつかないけど、もうかなり前、もう何年もほとんど外歩いてないんで。例えば誰かに出会いましたみたいな歌詞があるじゃん。あと、すれ違いましたみたいな歌詞があるとするじゃん。そうすると、そのタイミングに誰かが来て、すれ違ったりする。そういうやつ。
それされるから面白くないからランダムにしてんだけど、ランダムにしてても連中がランダムで自分たちの好きな曲、次の曲にやって、で、自分たちはやりたいほのめかしを展開してくるみたいな。それが面白くねっていう感じね。そういうのもあるかな。まあ、あとニュースか。だから、薩丸事件が起きたとかさ、例えばもう旭川14歳少女凍結遺体事件さ。その辺の雑談も今これでしないけどありますから。そういう事件が起きそうだ、起こそうかな。その辺の思考って、その窓から外見るとそのタイミングに車が通るみたいな感じの偶然じゃなく、連中に非侵襲性のブレインジャックされてコントロールされてる状態なんですよ。それで発生してる案件で、それらの積み重ね、やり方、あと感情のコントロールとかで、自分と関係ないところで起きてんだけど、連中が関係あるように作ってる事件っていうので、まるであたかも自分が、こういう気持ちでいたから、こういう気分だから、こう思ったからこの事件起きたみたいな、工作されちゃうんですよね。で、そういうのを積み重ねられたり、天体現象とかと重ね合わされたりとかすると、いよいよ、自分は宇宙人とつながってるとかね。魔王になった。魔王が乗り移ったとかね。いろんな、メディアから刷り込まれたもので、さらにブレインジャックで、あさっての人に仕上がってって、で、威張り出すっていうね。これがあり得るんですよね。だから、今のアメリカの大統領なんかは実際に、世界動かせるぐらいの高いところにいながら記者の質問とかに普通に答える。記者がFOX ニュースとかねよく見てんだけど YouTube でねサムネイルがよくそれが並ぶから、FOX ニュースの記者ってアメリカの大統領に電話して取材できんだね。高市早苗に朝日新聞の記者とか電話して高市早苗なんか答えると思う？例えば重大な話ですよ。イランの話とか。いや、関係ないんでとか言って電話切られんじゃないの？アメリカの大統領答えるんだってよ。電話番号も知っててその電話に出るみたいですよ。すごいね。だからそれはマジガチすごいと思うわ。魔王にならないところが。だから一般人でありながらそんな現象が起きただけで魔王になっちゃう人たちって、やっぱちっちゃい人たちちっちゃい人たちですよね。で、私なりかけましたからね。魔王っていう刷り込みがなかったから魔王にはなんなかったけど、なんだろうね。いや、すごい体験してたよ、あの時。未来が見えたからね。そうそうそう、その感覚あるわ。未来が見える感覚あるから、ほんと。未来がわかるみたいな感覚入るよ。精神病の状態じゃないよ。電磁波ですよ。全部。まあ、そこまでにしとくか。予防のための話しかするつもりないから。だから自分が魔王とか魔力を得たとか錯覚感覚に陥りそうだもしくは陥っている人がいたらもしくはそういうことあるんだってまず MK ウルトラの症状事象が開始される前に頭の中に入れておいてほしい。まず威張るなそれからそれ魔力じゃねえからブレインジャックだから
その辺何年も確かめてみ。本当に魔力とかを得たんであれば、その何年も確かめてる間にその魔力増大すると思うから。そしたらコントロールできるじゃん。すればいいじゃん。強くなりゃいいじゃん。うん。そういうふうに思いますよ。すんげえ俺強くなったっつって事件を起こさないでほしい。本当に。何年も体験経験蓄積して、だからね、魔王になっちゃってる。だけど潜伏してるっていう人も被害報告しないね。もう言論弾圧された状態で、私みたいに喋んない。ネタばらししないね。とりあえず以上にしときます。